はい、皆さんこんにちは。スマートライトの中畑です。本日はですね、低予算でダリを使う方法について解説したいと思います。では、行ってみましょう。まずですね、皆さん、ダリって高いって思ってませんか？結構いろいろ話を聞くと、いや、ダリ使いたいんだけど予算が合わなかったとか、ダリで提案したんだけど結局 VE でダリ入らなかったとか、そういう話を聞いたりするんですが、今多分日本国内で照明業界に関わっている人がほとんどがおそらくダリって高いよねって思ってると思うんですよ。実際ダリが高価になるにはそれなりに理由があって、一つにはダリ機器の値段、そしてもう一つが制御ボックス、そして3番目が技術量、この3つがあるから普通の案件に比べるとダリって高価になってしまうんですよ。ダリは高度なことをやっている案件で使われていることが多いと思うんですけど、やっぱりね、高度なことをやろうとしたらそれなりにお値段はかかります。じゃあ簡単な案件ならダリは安く使えないのって多分思われている方もいると思うんですよ。現在はですね、簡単な案件なら PWM 調光とほぼ近い予算感でダリを使うことは可能です。ただしダリを低予算で使う方法っていうのがあまり知られてないと思いますので、それについて解説したいと思います。低予算でダリを使うには3つのポイントがあります。1つは PSE 付きのダリバス電源。そして次がダリスイッチでできることを知るということ。そして最後にダリ人材です。じゃあこれらについて解説します。まずポイント1。PSE 付きダリバス電源。こちらです。ダリが高価になる理由、先ほどご紹介したんですけど、一つにはですね、制御ボックス。こういうふうな制御ボックスを使うと、それなりにお値段がかかってしまうんですけど、今国内ではですね、このダリバス電源っていうのが制御ボックスの中に入ってます。というのも、海外製のダリバス電源っていうのは、ひし形の PSE を取ってないので、ああいった制御ボックスの中に入れる必要があります。ダリバス電源と、いろいろそのダリの機能を持った機器が一体型になっているディンレールにつけるタイプの器具があるので、そういうこともあってダリバス電源っていうのは制御ボックスの中に入れざるを得ないんですね。で、今回、PSE 付きのダリバス電源を弊社スマートライトの方で販売します。これご覧の通りですね。足がついてます。F ケーブルが刺さるパナソニックさんの端子がついてますので、この中にF ケーブルをプスプスっと差し込んでいただければ入るし送りもできる。でもちろんひし形の PSE を取っております。今までのダリバス電源って、こういうね、ディンレールにつけるタイプしかなかったんですけど、今回弊社の方でひし形 PSE 付きのダリバス電源を出しますので、こういうふうにね、ダリの LED 電源と同じように天井裏に設置することができます。これを使うと、こんな風に、照明器具で使うダリ電源と同じようにダリバス電源も天井裏に設置することができるので、制御ボックスをわざわざ別途作る必要はありません。こういったひし形 PSE 付きのダリバス電源を使うことで制御ボックスの費用っていうのは抑えることができます。で、これね、なんで今まで国内に出てこなかったかっていうと、照明器具に使うダリ電源は照明器具の数だけ必要になるんですよ。例えば一つの現場で40台の照明器具が必要になったらダリ電源は40台必要になるんですね。でもダリバス電源ってダリは上限が64台なので、これが64台使う現場でやっと1個使うんですよ。ダリバス電源って、今までダリがね、やっと普及してきたとはいえ、これを作ってもそんなに数は出ないんですよね。作るのはそんなに難しくはないと思うんですけど、ビジネスとしてなかなか難しいっていうこともあって、日本国内ではダリバス電源っていうのは今まで他の会社は作られてなかったんですけど、今回非常に幸運なことに、うちの方でお願いしたらダリバス電源作っていただけましたので、これから販売することになります。そしてポイント2、ダリスイッチでできることを知る。ダリを始めようと思うと、結構皆さんそのダリマスターって言葉をよく聞かれると思うんですよ。で、ダリマスターっていうのがダリには必要で、そしてダリマスターが結構高いと。ダリマスターはダリを使う現場では必ず必要です。でもダリマスターは
高いのだけではなくて安いのもあります。じゃあダリマスターって何なのかっていうと、ダリマスターはダリのコマンドを送るもののことなんですね。で、私も一番最初にダリをやるときにダリマスターっていうものが一体どんなものなのかっていうのが分かんなくて、でおそらくダリのことを何でもできる装置なんだろうって思ったんですよ。でこれ皆さん多分誤解していると思うんですけど、ダリマスターっていうのは本当にシンプルにダリのコマンドを送るものです。で一方ダリマスターに対してダリスレーブって言われるものがあるんですよ。でこれはダリのコマンドを受けるもののことをダリスレーブと言います。今日はこの、ダリマスターとダリスレーブについてちょっと詳しく解説してみたいと思います。ダリマスターとダリスレーブについてはこちらちょっと、絵を表したんですけど、お師匠さんがダリマスターです。で小僧がいますよね。小僧がダリ対応証明器具なので、これがダリスレーブになります。なのでダリマスターは点灯しろとか消えろとか 50% の明るさで点灯しなさいとか、そういうふうにダリの命令、ダリのコマンドを小僧さんたちに送ってます。で小僧さんたちはその命令を受けて、じゃあ今自分は点灯しようとか、自分は消灯しようとか、50% で点灯しようとか、そういうふうにダリマスターの命令を受けて照明器具が点灯したり調光されたりするのがダリスレーブですね。でこんなふうな関係になります。さて前々回の動画でもちょっとダリについて解説した動画を作った時に使った資料なんですけど、もう一つですね、神様がいるんですよね。でダリマスター、このダリマスターについては単純に点灯しろとか消灯しろとか調光しろとか、そういう命令しかできないんですけど、例えば今まで A グループだった照明器具を新たに A グループから外して C グループにするっていう時には神様が必要なんですよ。でそれがダリコンフィグレーターと呼ばれたもので、結構ダリマスターっていうとこの神様のダリコンフィグレーターのことと思っている方が多いんですね。なのでダリマスター、単純にダリマスターはダリのコマンドを送るもの、そしてダリコンフィグレーターはダリマスターの機能も持ってるんだけど、それ以上の機能を持っているものなんです。で逆に言うとこの神様は一番最初の照明器具を設置してグループ分けをするとか、そういう時にしか必要なくて、普段の運用には神様は必要ないんですね。この師匠さんがダリのコマンドを送ってもらえれば、朝だから照明点灯する、夜だから照明消灯するとか調光するとか、そういうことはできるんですよ。なので神様はやっぱりそれなりにお値段かかるんですね。お師匠さんだけだったら単純にダリのスイッチだけですので、コスト感も全然変わってきます。あと神様、制御ボックスを使うような案件だと制御ボックスの中に神様の機能を持ったダリマスターとダリコンフィグレーターがいる場合もあります。それでちょっと余談なんですけど、ダリセンサーってありますよね。人が通ったのを感知して照明をつけるとか、ある明るさ以上になったことを感知して照明を調光するとか、そういう機能を持ったダリセンサーっていうのがあるんですけど、それはダリマスターとダリスレーブのどちらだと思いますか？じゃあここちょっとね、皆さん聞いてみたいと思います。そちらのあなた。ダリセンサーはダリマスターとダリスレーブのどちらだと思いますか？では回答してください。その通りです。ダリマスターっていうのはダリのコマンドを送るものです。ダリスレーブっていうのはダリのコマンドを受けるものです。なので正解はおっしゃった通り、ダリセンサーはダリマスターになります。師匠の方ですね。ではですね、ダリマスターとダリスレーブについて、関係性を説明したところで、ダリスイッチでできることについてご紹介したいと思います。それではまずダリスイッチその1、ちょっと明るくて白飛びしてるんですけど、こんな感じですね。こんな感じのスイッチです。でこちらはオンオフができて、長押しすると調光、そしてそれぞれこれが全体でグループ0、グループ1、グループ2とグループを指定して調光することができます。例えば PWM 調光でダイヤル式の調光器を2つ使ってグループ1のベースライトとグループ2のダウンライトをそれぞれダイヤルで
調光するような場合はこのダリスイッチを使うとこんな風になります。使い方としては一番上で全部の照明をオフ、2段目のスイッチでベースライトだけ調光、3段目のスイッチでダウンライトだけ調光するっていうようなことができます。はい、でこれね、実際にどんな風になるかっていう動画をこの後3つのスイッチを説明した後にお見せしますので、ぜひご覧ください。で次、ダリスイッチその2です。はい、これはダイヤル式ですね。はい、ダイヤル式でカチンとなると消灯で回すと明るくなる。で端っこに行ってこうカチッとこれ以上回らなくなるので、これで 100% 点灯で回しながら調光して最後にまたカチッとやると消灯するっていうスイッチです。PWM 調光でベースライトとダウンライトを調光する場合にはこれの場合は2つ使うことになります。ただし PWM 調光との違いは信号線はつながっていて大丈夫です。なので結構その初めてダリ工事をやる電気工事屋さんにこれ信号線どういうふうにつなげばいいのっていうのは PWM 調光のイメージを持ってると信号線を間違うとうまく調光できなくなってしまうんですが、私の方から説明するのはとりあえず信号線つないどいてください。回路図渡したりするんですけどね、どの器具をどのスイッチで調光するかはソフトウェアで決めるので、スイッチと信号線はとりあえず結んであれば大丈夫ですよっていうような説明をしてます。そして最後にダリスイッチその3なんですけど、これはこういうふうになってまして、こっちでグループ選択、これで明るくしたり暗くしたりします。でこれで芯の呼び出しが作るっていうダリスイッチになります。現場によっては芯コントローラーって使うと思うんですよ。朝のオープン時の明るさ、昼のランチ時の明るさ、ランチが終わった後のカフェタイムの明るさとか、ベースライトとダウンライトの照度を、そのね、シーンによって変えたい、記録していくっていうような時には芯コントローラーを使うと思うんですが、なんとこれだけで芯コントローラーの機能を持ってるんですよ。A、B、C、D4 つの芯を登録することができます。これを使うと、今まで芯コントローラーを使ってた案件はダリでこういうふうになるんですね。なので器具を指定して明るさを調光することもできるし、ボタンを押して芯を呼び出すこともできます。はい、ということでダリのスイッチを今ご紹介したんですが、実際に使っている映像を撮りましたので、それをご紹介したいと思います。では行ってみましょう。はい、それではそれぞれのスイッチの動作についてご説明してみたいと思います。まず、どういうふうにつなげているかというと、これがダリバス電源です。これがダリバス電源。今までは、ひし形 PSE 対応のものがなかったので、制御ボックスの中に入れる必要があったんですが、このひし形 PSE 付きのダリバス電源を使うことによって天井裏に転がすことができます。で、これ F ケーブルも挿せるようになってます。で、これがダリ電源です。ムンドさんのダリ電源、低電流タイプのダリ電源をこちらの、3つのダウンライトにつなげてます。この2つが45ファイのダウンライトで、こちらが68ファイのダウンライトです。どちらもですね、ネコライティングというスイスの照明器具メーカーのダウンライトを使ってます。今回それぞれの器具はこの小さい45ファイのダウンライト2つをグループ0で、こちらの68ファイのダウンライトをグループ1にしてます。でそれをこのスイッチでコントロールします。まずこちらのスイッチですね。でこれが一番簡単で使いやすいタイプです。で一番上のこのボタン、ここを押すと全点灯、それぞれが 100% 点灯します。でこれを押すと消えます。で次にこの2番目のスイッチを押すと、この器具とこの器具45ファイのダウンライト2つがグループ0として点灯します。で3番目のこれを押すと、今度はこちらの68ファイのダウンライトが点灯しました。でこれ信号線は全部ダリで同じ線につながってますので、PWM のようにそれぞれ信号線を分けるといったことが必要ありません。なのでこのスイッチを1つ入れれば、今までね2つ PWM のスイッチを使ってたのが1つで済むと。でさらにこれ調光もできます。今 100% 点灯なんですが、このキーを長押しすると調光されます。
アップダウンで、ただですね、これ消灯している状態から点灯の長押しをしても調光、明るくなる方ができないので、一回全点灯させてから、暗くしたり明るくしたりっていう、ちょっと癖のある使い方になりますね。はい、もちろんグループでも調光できます。こうですね。はい。というのが、こちらのスイッチですね。でこれが一番現場でつけて使っている人たちが間違わない、使い方わかんないって言われないスイッチです。では次のスイッチ、こちらですね。こちらがダイヤル式のスイッチで、これはダリの設定でグループ1、68ファイのダウンライトを調光してます。調光できます。これで、はい、回すと明るくなって、こういうふうに暗くなると。で、一番最後に回すと、カチッといって、消灯します。はい、で、これ、海外のダイヤル式スイッチだと、これが回りっぱなしとかあるんですけど、これは一番端っこ、カチンと突き当たるので、これが 100% で、はい、左に行ってカチッってなると、これが消灯です。それでは次のスイッチです。こちらなんですが、これはですね、普通に調光できる機能と、あとは芯を呼び出す機能が備わっています。じゃあまずは普通に点灯する機能。はい。これで、今全部これで点灯消灯しました。はい。で、これで、ダイヤル式というかタッチセンサーなんですけど、これで明るくしたり暗くしたりすることができます。で、今この横に青くちっちゃく光ってるんですけど、1番と2番が選択されていて、グループ0が1番、グループ1が2番というふうになってます。なので、これを解除して今グループ1だけにすると、グループ1の45ファイのダウンライトだけが調光できます。もちろんグループ2だけを選べば、こういうふうに明るくしたり暗くしたりすることもできます。それでこれはシーンを呼び出す機能もついてまして、この ABCD というのがシーンの呼び出しボタンになります。でまずじゃあ A を押すと、グループ0もグループ1も 100% 点灯。B を押すと、グループ0が 80% 点灯。グループ1が 5% 点灯っていうふうになってます。そして C を押すと、グループ0が 20% 点灯で、グループ1、こちらの68ファイのダウンライトが 0% 消灯します。で、D を押すと、消灯というふうになっています。なので、シーンコントロールとして ABCD4 種類まで設定することができます。100%、はい。で、消灯。で、こちらに1、2というふうなのがあるので、これをやると、2をもう一回押して2が選択されてない状態なので、今グループ1しか選択されてません。なのでこの状態でグループ0のシーン A を呼び出す B、C、D というようなことができるので、これとこれを組み合わせてどの器具グループのシーンを呼び出すかというのができるんですが、ちょっと使い方が複雑なので、現場で使われている方の状況によってこちらのシーン呼び出しもできるタイプを使うのか、もっとね簡単に使えるタイプを使った方がいいのかっていうのは検討された方がいいと思います。ということで、ダリのスイッチを使ってダリの照明器具をコントロールする様子をご覧いただきました。ただし注意点としてはですね、ダリは信号線だけなので、ダリの方でオフにしたとしてもこのダリ電源には供給され続けてますので、多分今まで完全にスイッチでパチッと電気を完全に切ってしまったことに慣れてると、これ電源供給して大丈夫なのかなっていう不安があると思いますので、もしそこを不安に思われるのであれば、普通に片切りの電源を切るスイッチを入れられた方がいいと思います。ダリスイッチでいくらショートになったとしても、ダリ電源には電源が供給されていますのでご注意ください。そしてダリスイッチの価格は標準価格でこんな感じですね。こちらのシンプルなタイプ、はい、これが9800円。こちらのダイヤル式が14800円。そしてシーンコントロールの機能もついたこれが
18,800 円、これが標準価格になります。皆さんいかがですか？ダリスイッチ、これぐらいの価格であれば完全にね片切りのスイッチに比べると全然価格は違うんですけど、調光できるスイッチと比べるとそれなりの価格なのではないでしょうか。こういったダリスイッチをダリマスターとして使うとコスト的にもそれほど PWM と大きく変わらずに物件の見積もりができるのではないでしょうか。はい、そして最後、技術料です。でポイント3としてはやっぱりダリ人材なんですね。でダリ人材、どんな人材かというと、ダリに関する知識と技術を持っている人。ダリの知識と技術を持った人材が何で必要かというと、やっぱり慣れてない工事屋さんとかダリの案件やるときに、よくあるのがやっぱりダリの信号線がショートしているとか、あとはうまくつながってないとかいうのがあるんですけど、そういう時にどこがショートしてるからどこをチェックしてくれとか、工事屋さんが分かんない時に適切に工事屋さんにアドバイスする必要があるんですね。あとコンフィグレーションは一番最初、もしくは器具を追加したとか何かもっと使い方を変えるっていう時には先ほどの神様を使ってダリのコンフィグレーションをする必要があるんですが、その時にそれができる人材が必要になるんですね。施工時のトラブルについてはおそらく今後もっと経験のある工事屋さんが増えてくれば、その施工時のトラブルっていうのはもっと少なくなると思います。あとコンフィグレーションについてはですね、一番いいのはやっぱり電気工事屋さんがコンフィグレーションもできるともう最高なんですよね。あとは物件によっては器具メーカーの設計の方が全部ね照明器具ついてからライティングに行かれたりするので、その時に器具メーカーの方がコンフィグレーションもできれば、今まで完全に外注しなきゃいけなかったのを中でできるようになるので、その技術量も今までとは違ったものになるのではないでしょうか。でこちらに書いてある通り、やっぱりね施工時のトラブルとあとコンフィグレーション、その両方でダリに詳しい電気工事屋さんがいると本当にもう最強なんですよね。なので特にね電気工事をされている方はぜひこれからはですねダリも覚えていただいて、そのコンフィグレーションとあと何かその施工時にトラブルがあった時の原因究明できるスキルを身につけることをお勧めします。何か私にできることありましたらぜひ相談してください。これからやっぱりその制御が標準で使われるようになると、この社内でダリに詳しい人間を育てるっていうことが非常に重要になってくるんですよ。なのでこれはその会社の方針とかもあると思うんですけど、そのダリのトラブルがあった時の原因究明とか、あとはコンフィグレーションとか、そういうことができる人が社内にたくさんいればいるほどコストがない現場でもダリを入れやすくなりますし、複雑な案件でもダリを絡めてもっと利益率の高い商売をできるようになると思いますので、ぜひですね社内でダリが分かる人材を育てることを強くお勧めいたします。はい、ということで技術量についてはもう完全外注でいくのか、それとも社内でいくのかっていう考え方の違いなので、それぞれの会社次第だと思っています。じゃあ金額的な目安、先ほどねダリスイッチの値段も出したんですけど、PWM 調光のケース、これをダリにした時に必要になるのはこのダリスイッチ、標準価格で 9,800 円とこのダリバス電源、それとあとはダリのコンフィグレーションとか、施工時にトラブルがあった時にそれをチェックするための人材の費用をどうするかっていうコスト感になります。そして調光のダイヤル式のダリスイッチを使う場合にはこのダリスイッチの値段2つ分と、あとはダリバス電源の価格ですね。新コントローラーの場合にはダリスイッチとあとはダリバス電源、この価格で簡単な新コントロールであればできます。あとは実際その現場のお客さんが求めている新コントロールのレベルがどんなものなのか、要はこういう簡単に済むのか、もしくはもうちょっと高度なものを求めているか、そこはやっぱり間に入る営業の方とか設計の方がお客さんと詰めて、これだったらこういうふうにできますよ、これでいいや、このぐらいのコスト感でこういうふうに使えるんだったらそっちにしようっていうふうな、そこの確認を取っていただければ十分ですね、この新コントロールもこれで済むんではないかと思います。ということでまとめです。低予算でダリを使う3つのポイントについてご紹介いたしました。1つには PSE 付きのダリバス電源で、もう1つがダリスイッチでできること、ダリマスターも
こういう簡単なダリスイッチがあるので、こういうものでどこまでできるのか、何ができないのかっていうのが分かっていれば、もっと少ない予算でもダリを使うことができます。そして最後に、ダリ人材を社内で育てることによって、もちろんダリの案件の予算も非常にコントロールしやすいものになりますし、今後もっと AI とつながるとか、ロボットとつながるとか、バーチャルリアリティとつながるとか、そういう照明業界にとっては得体の知れないものといろいろなんかね、すり合わせをしなきゃいけなくなった時に、社内にダリ人材が育っていれば、そこら辺のね、将来的な可能性も非常にあるのではないかなと思っています。はい、ということで、もう結論というか、言いたいことは、ダリが高いかどうかっていうのは、いろいろダリ機器はいろいろもう使いやすいものが世の中にも出始めました。あとは人材だけです。ここをどういうふうに考えるかっていうのは非常に重要です。ということで、アフターコロナの時代はもう確実に制御が重要になってきます。ぜひですね、照明制御で一緒にビジネスができると嬉しいです。長い間ご視聴いただきありがとうございます。では、もしよかったらチャンネル登録もお願いします。では皆さん、また会いましょう。さようなら。